今回は、以前投稿した1億円超え、著名人によるビットコインの予測価格、仮想通貨という動画の第2弾で、同じく著名人によるビットコインの予測価格を紹介します。よろしければ、第1弾の動画もご覧になってください。動画の URL は説明欄に記載いたしております。この動画を見ると、仮想通貨業界の著名人がビットコインについて、どのような価格予測をしているのかを知ることができます。ぜひ、最後までご視聴くださいね。このチャンネルでは、仮想通貨の情報をわかりやすく発信していきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。では、早速本題に移りましょう。ハルフィニー。左の人物がハルフィニーで、右の人物は妻のフランフィニーです。ハルフィニーの予測価格を紹介します。ビットコイン価格を予測した日は、2009年。予測価格に到達する日は、いつの日か。予測価格は、1000万ドル、約13億円です。ハルフィニーは、サトシ・ナカモトへの E メールの中で、ビットコイン価格が1000万円、約13億円になると予測していました。その根拠は、ハルフィニーはビットコインが非常に急速に成長する可能性を持ったプロジェクトだと考えており、世界中の家計の資産の一部がビットコインに流入し、世界中で使われる決済システムになれば、1000万ドル、約13億円に達するというものです。ハルフィニーは、ビットコインが世界中で使われる決済システムになるとすれば、その価値は、世界のすべての財産の価値の合計と同じであるべき、と述べました。この1000万ドル、約13億円という予測価格は、イギリスの暗号解読者、サイファータンクであり、ブロックストリームの CEO である、アダム・バックの予測とも一致しています。ハルフィニーの人物紹介をします。ハルフィニーはアメリカ合衆国のコンピューターサイエンティストです。ビットコインの生みの親であるサトシ・ナカモトから、世界で最初にビットコインを受け取った人物で、受け取った数量は 10BTC です。また、サトシ・ナカモト以外では、初めてビットコインソフトウェアをダウンロードして実行しました。最初期のビットコインのマイナーでもあります。ハルフィニーは、サトシ・ナカモトではないかと疑われている人物でもあります。本人はこれを何度も否定しましたが、有力候補の一人に挙げられています。ハルフィニーは2014年8月28日に死亡し、アルコー延命財団で冷凍保存されました。ハルフィニーについては、前回の動画でも紹介しておりますので、よろしければご覧になってください。動画の URL は説明欄に記載いたしております。ジェレミー・リーとピーター・スミス。左の写真の人物がジェレミー・リーで、右の写真の人物がピーター・スミスです。ジェレミー・リーとピーター・スミスの予測価格を紹介します。ビットコイン価格を予測した日は、2017年。予測価格に到達する日は、2030年。予測価格は、50万ドル、約6500万円です。ジェレミー・リーとピーター・スミスは、ビットコインの価格が2030年には、50万ドル、約6500万円に達すると予測しました。二人はその根拠として、送金需要、政治不安、スマートフォンの普及を挙げています。世界銀行によると、外国への送金もしくは電子送金額は過去15年で倍増しており、世界の GDP の 0.76% に達しているとのこと。送金だけで世界の GDP の 0.76% に達しているということは、いかに送金需要があるかということを物語っています。二人は、国外居住者はビットコインが安価な送金手段であることに気づき始めている。ビットコインを利用した送金はビットコインの普及に伴って急激に増加するだろう、と述べています。二人は、イギリスやアメリカ、発展途上国で拡大する政治不安によって、ビットコインへの関心が上昇すると予想しています。二人は、ビットコインの認知度、流動性、利便性、さらに地政学的リスクの上昇に伴う金利上昇によって、ビットコインはユーザーにとっても、投資家にとっても、大きな投資対象となるだろう、と述べています。また二人は、スマートフォンの普及は、ビットコインの利用者数を増加させ、
現金以外の取引の 50% を占めるようになると考えており、2030年にビットコインのユーザー数は4億人に達する可能性があるという予測をしています。ちなみに、ビットコインのユーザー数は2013年は12万人、2017年は650万人でした。ジェレミー・リーとピーター・スミスの人物紹介をします。ジェレミー・リーは、オーストラリアとアメリカ合衆国の二重国籍を持つ、ベンチャーキャピタリストです。スナップチャットに最初のシード投資を行ったことでよく知られています。スナップチャットという名前は聞いたことがあるけど、あまり詳しくは知らないという方も多いのではないでしょうか。私もその中の一人です。スナップチャットは、写真や動画を共有して、一定時間が経つと消えるという SNS アプリです。また、ジェレミー・リーは仮想通貨の支持者でもあり、国民が自国通貨への信頼を失う政治的不安定の時代に、仮想通貨の価値を見出しています。また、ブロックチェーン .com の最初のベンチャーラウンドを共同で主導したこともあります。ピーター・スミスは、ブロックチェーン .com の CEO 兼共同創設者です。ブロックチェーン .com は、仮想通貨ウォレットや仮想通貨取引所を運営する金融サービス会社で、2020年時点で3100万人のユーザーがおり、2021年時点で6500万のブロックチェーン .com ウォレットを提供しています。トーンベイズの予測価格を紹介します。ビットコイン価格を予測した日は、2023年3月5日、予測価格に到達する日は、2025年、予測価格は、30万ドル、約3900万円です。トーンベイズは、自身の YouTube チャンネルで、ビットコインの価格は、2025年に30万ドル、約3900万円まで上昇する可能性がある、と予測しました。彼は2通りの予測を発表しています。1つ目の予測は、2021年の上昇相場のように平行線に2回当たれば、2023年中に6万ドル、約780万円まで上昇して、その後下落、そして、2025年に20万ドル、約2600万円まで上昇するというものです。2つ目の予測は、2017年の上昇相場のように平行線に1回だけ当たれば、2024年の半減期頃までは3万ドル、約390万円付近で推移して、その後徐々に上昇、そして、2025年に30万ドル、約3900万円まで上昇するというものです。トーンベイズの人物紹介をします。トーンベイズは、仮想通貨アナリスト、仮想通貨トレーダー、YouTuber であり、JP モルガンの元アナリストでもあります。トーンベイズは、ビットコイン価格が1万ドル付近で推移していた2020年の時点で、ビットコイン価格は2021年に史上最高値を突破して、4万5000ドルから5万ドル付近まで上昇する可能性がある、という予測を披露して、実際にビットコイン価格は、2021年に6万7000ドル付近まで上昇しました。マイク・マクブローンの予測価格を紹介します。ビットコイン価格を予測した日は、2022年8月、予測価格に到達する日は、時間の問題、予測価格は、10万ドル、約1300万円です。マイク・マクブローンは、2021年9月にスタンズベリー・リサーチのインタビューに答える形で、ビットコイン価格は2021年末までに、10万ドル、約1300万円に達すると予測しました。彼は2021年9月、ビットコイン価格が10万ドル、約1300万円に達する根拠として、金から資金が流出し続け、ビットコインやイーサリアムに流れている点と、ビットコインは発行枚数が2100万枚に限定されていることに対して、金は無制限に供給されている点と、FRB、連邦準備制度理事会とアメリカ合衆国政府が、ドルを無制限に供給することを計画している点を挙げました。2019年9月に行った彼の予測は外れましたが、彼は再度2022年8月に自身のツイッターで、ビットコイン価格が10万ドル、約1300万円に達するのは、時間の問題だという投稿をしました。マイク・マクブローンの人物紹介をします。マイク・マクブローンは、
ブルームバーグインテリジェンスのシニアコモディティストラテジストです。ブルームバーグインテリジェンスは、業界、企業、及び政府の政策に関するデータを提供する、独自の調査プラットフォームのことで、マイク・マクブローンは、幅広い投資可能なコモディティ市場を専門としています。コモディティとは商品や日用品という意味の言葉ですが、投資用語としてのコモディティは、商品取引所で取引されている商品、または商品先物取引のことを意味します。商品先物市場で取引されている商品には、原油やガソリンなどのエネルギー、金やプラチナなどの貴金属、トウモロコシや大豆などの穀物があります。プラン B の予測価格を紹介します。ビットコイン価格を予測した日は、2022年12月、予測価格に到達する日は、2024年3月予定の半減期、予測価格は、10万ドル、約1300万円から100万ドル、約1億3000万円です。プラン B は、ザ・ゴルフ・オブ・オール・ストリーツという、ポッドキャストのインタビューに対して、2019年のストック・トゥーフローモデルが正しければ、次の半減期にビットコインの価格は、10万ドル、約1300万円から100万ドル、約1億3000万円の間で、最高値を記録する可能性があると述べました。また、ストック・トゥーフローモデルが示すビットコイン価格と、現在のビットコイン価格はかけ離れていますが、ストック・トゥーフローモデルが完全に無効だと証明されるか、ビットコインが無価値にならない限り、現在でもこのモデルは有効であると主張しました。プラン B の人物紹介をします。プラン B は、オランダの機関投資家、仮想通貨アナリスト、YouTuber です。プラン B はたびたびニュースサイトに取り上げられるので、ご存知の方も多いと思いますが、ビットコインにおけるストック・トゥーフローモデルを提唱した人物として知られています。ストック・トゥーフローモデルは、ストックフロー比率から理論価格を算出する手法で、主に金や銀などの金属の価格予測に使われていました。これをビットコインに当てはめると、現在の供給量がストックに当たり、新規にマイニングされた量がフローに当たります。2021年頃までのビットコイン価格は、ストック・トゥーフローモデルに沿って順調に推移していたものの、現在のビットコイン価格は、ストック・トゥーフローモデルが示すラインを逸脱しており、すでに無効になったとみなす人もいます。また、イーサリアムの共同創設者であるビタリック・ブテリンは、ストック・トゥーフローモデルを、数字が上がるという誤った確信を人々に与える金融モデルは、有害であり、まがいものに値する、と痛烈に批判しています。しかし、今後の値動きによっては、ビットコイン価格がストック・トゥーフローモデルが示すラインに回帰することもありえない話ではないと思うので、今後の値動きに注目です。まとめ、いかがだったでしょうか。現在、2023年4月時点のビットコイン価格は、28,500ドル、約370万円付近を推移しており、チャートの形状としては、次の半減期に向けて上昇を開始したようにも見て取れます。次の半減期後には軽く1000万円を超えて、どこまで上昇するかを楽しみにしたいところですが、半減期ごとに価格の上昇率が低下しているのも事実です。ビットコインの対数チャートを見ていると、次の半減期後の最高値は、1500万円あたりが無難なところのように思えてしまうのですが、予想外の値動きをするのもビットコインの特徴と言えます。私の願望としては、次の半減期後のビットコイン価格は最低でも1500万円、最高で3000万円台までの上昇を期待しています。皆さんは、2024年3月頃に予定されている次の半減期後、ビットコイン価格はどれくらいになると思われますか？また、どれくらいになってほしいと思われますか？よろしければ、コメントを書き込んでいただけると嬉しく思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ブログとツイッターの URL は、説明欄に記載いたしております。このチャンネルでは、仮想通貨の情報をわかりやすく発信していきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。